こんにちは、村雲です。今回の動画では、10月17日に開催されたスープラの全国オーナーズミーティングに参加した際の様子をお届けします。私自身、今回のような大規模なオフ会への参加は初めてであり、非常に楽しみでした。Twitter でも多くのスープラオーナーの方が参加を表明されており、自身のスープラの今後のカスタムへの参考となりそうな情報をたくさん得ることができましたので、オフ会の1日の流れや出展者らの紹介を行っていきます。それではご覧ください。まずは会場である富士スピードウェイに向かいます。私は愛知県からの参加であったので、だいたい3時間くらいで富士スピードウェイに到着することができるのですが、中には九州から参加されている方もおられたりして、全国規模のスケール感の大きさを感じました。ちなみに高速道路であったり、静岡県に入った後のサービスエリアには、至るところに参加者らしいスープラが何かないか止まっており、同じ目的地に向かっているという一体感を感じて、そこからもテンション上がってしまいます。富士スピードウェイに到着しました。ここから誘導に従い、会場である駐車場へと向かいます。スープラに乗り換えてからの富士スピードウェイは初めてだったりします。ご覧の通り、当日は雨であったことが少し残念でしたが、ただ、この雨の中、朝早くから会場の運営に携わってこられたスタッフの方には感謝しかありません。はい、ようやく到着しました。ここから開会式へと移ります。こちら開会式の様子となっております。今回のオーナーズミーティングでは、70、80、90のスープラだけのイベントではなく、トヨタのスポーツカーのイベントということで、スープラオーナーズクラブだけでなく、ヤリス、86のオーナーズクラブの代表の方の開会挨拶からイベントスタートとなります。イベントの主催、運営など本当にご苦労様です。こちら会場の前景となっております。今回のオーナーズミーティングでは、3車種合わせて713台もの車両が参加されていたそうです。360度スポーツカーに囲まれている状況は圧巻でしたね。様々な方の個性あふれるカスタムを目の当たりにできてテンション上がりました。一台一台紹介したいところなんですけれども、撮影許可も取れていませんので、この動画では各ユーザー様の車両ではなく、パーツメーカー様から出演されていた車両を中心に紹介していきます。まずはレース仕様の歴代スープラの紹介です。会場には GR スープラの GT カー仕様である GR スープラ GT4、カストロール仕様、エスト仕様の80スープラが展示されていました。80から90にかけて一気に雰囲気が変わってしまっていますが、常にトヨタのモータースポーツの中心的存在の車両であることがこの並びから感じ取ることができます。そしてこちらがひときわ目立っていたワイルドスピードに登場したオレンジのスープラですね。明るいオレンジとなっており、スクリーンで見たことはありましたが、実際にこの目で見るのは初めてでした。この色合いだけで YST っぽいなと感じさせるセンスはさすがだと思います。劇中での使用者らしく、後ろにこんなごついフックまでついていました。ボロボロ影を見るに映画の通りなかなかハードな使われ方をしたようですね。はい。さらに他にも公式車両として GR86 と新しい GR カラーリングで塗装されたラリー仕様のヤリスが展示されていました。86の方に関しては内外装紹介を過去動画で紹介しておりますので、そちらご覧いただけると幸いです。ヤリスに関しては、フォルムに関しては小変更のようですが、これまで規則的だった GR のカラーリングから変更がなされています。こちらのカラーリングをよく見ると、GR という文字が隠されたカラーリングとなっているそうで、よりブランドの存在をアピールするパターンとなっているそうです。私的には前のカラーパターンの方が好きだったりします。続いて、パーツメーカーさんから出展されていた展示車両を全てではないですが紹介していきます。まずはクールレーシングさんですね。白、黒の GR スープラ、白色の GR ヤリスが展示されていました。クールレーシングさんの車両の特徴は何といってもオーバーフェンダーによるワイドボディ化ですね。もともとロー&ワイドであったスープラのワイド感がさらに強調されて、ほとんどレーシングカーのようになっています。このキットをつけることで迫力は増しますし、鋭角のパーツが多いので、よりアグレッシブなスープラを作ることができそうです。街中で走ってるとすごく目立ちそうですよね。はい。先ほどの GR スープラカスタムと異なり、ヤリスのカスタムは控えめな印象でした。リップスポイラーなども最小限であり、若干ワイド化されていそうでしたが、スープラほどではありません。トランクスポイラーも派手すぎることもないですし、GR ヤリスカスタムとして非常にかっこよくまとまっている印象でした。続いて、こちらオートクラフトさん仕様のスープラになります。こちらはさりげないエアロカスタムが中心となっており、私が目指しているスープラカスタムの方向性に非常に近く参考になりました。サイドスカートなどはマックスオリドさんプロデュースのもの、
ホイールはレイズの G025 が書かれていました。このホイールともう一つのホイールが私の履き替え候補となっています。やはりこのホイールかっこいいなと思いました。そしてオートクラス3製のウィングが装着されていました。私のスープラと同じカラーリングということもあり、非常にこのカスタム参考となりましたね。続いて、こちらはブリッツさん仕様のスープラとなります。まずはこのフロントフェイスがすごく独特ですね。元々のコンセプトであった FT1 に近いような突き出し量となっています。ただ、私の好みとしては、トヨタのエンブレムがなくなってしまうと少し寂しいかなと感じてしまいます。ただ、こちらも AR カスタム周りはシンプルにまとめられており、特にドアパネル周りなどはダミーであるダクトを配することで、より滑らかな曲線となっています。私がこの車両で着目しているのがホイールで、円形の RS05RR が剥がれています。こちらがもう一つのホイールの履き替え方法となっています。改めて引きで見てみると、こちらの方が私の目指している大人カスタムなスープラ仕様と合っているように感じました。やはり実際に組み付けられている状態でホイールのデザインを検討できるのはいいですね。その隣には、スープラと打って変わってのド迫力8力が展示されていました。コンセプトとしては街乗りできるワイドボディとのことですが、このリップスポイラーとかすらずに出発して帰宅できる自信がないですね。突き抜けていてかっこいいとは思うんですけれども、私はちょっと乗りこなせないなと思います。こちらのヤリスに関しては、外観カスタムの中心ではなく、給排気周りのチューニングがメインだそうです。こういったレンシングストライプが入るだけでも、一気にノーマル車の雰囲気が消えるのが面白いですね。こちらはサードブースの80、90スープラ、ヤリスの展示車両となります。これらの車両の特徴としては、追加でサード仕様のウイングが装着されていたことです。空力を意識して工夫された形状であり、控えめな見た目であったため、とても気に入ったんですけれども、すでに私のスープラはトランクスポイラー装着済みなので、一旦保留になるかなと思います。続いて、こちらはアーチシャンスピリッツさん仕様の GR スープラコンプリートカーです。この車両の仕様がすごくかっこよく、いくつかのパーツが欲しくなってしまいました。そこまで派手でもなく、それでもしっかり開口されているボンネットや、私が過去動画で何度か付けたいと口にしていたフロントタイヤ後ろのダクトが付いていたりと、かなり私の理想に近いエアロカスタムがなされていました。まずはやはりこのフロントタイヤ後ろのダクトですかね。これをオーダーするのは簡単だと思うんですけれども、DIY で取り付けることができるのでしょうか。取り付けたことがあるよっていう人がいたらコメント欄で、教えてください。よろしくお願いします。こちらおそらくド派手カスタムナンバーワンの横浜タイヤブースにあった GR ヤリスの HKS チューン仕様です。ベース車両の面影は残っているんですけれども、元々のヤリスから考えると迫力が段違いとなっています。本家のラリー仕様よりも迫力あるんじゃないかなと思います。この車を公道で見かけるだけでレース気分を味わえそうですね。個人的ド派手カスタムナンバーワンでした。最後に個人的カスタム規模ナンバーワンがこちらの車両となります。ナッツ、日本自動車大学興産カスタムのスープラになります。オートサロンでも優秀賞を獲得された車両らしく、ワイルドスピード1作目のカラーリング仕様に加え、2JZ エンジンへの乗せ替えが行われており、さらにこの車のベースは GR スープラでもないそうです。ナッツさんは YouTube チャンネルもされているそうなので、この車の詳しい仕様はそちらご覧いただいた方がいいかもしれません。カスタム規模がでかすぎてツッコミが追いつかなかったです。個人的なカスタム規模ナンバーワン仕様でした。以上、個人的に気になった展示車両の紹介となります。他にもイベント中は様々な催しが行われ、今ご覧いただいているのが各パーツメーカーさんによる出展車両の紹介と寸止めコンテストの様子です。3、2、1、スタート！いい感じでなんとなくちょっとこんな感じで目の前に置かれているスチロールのブロックに向かって車両を走らせ、ぶつからないように寸止めするといったコンテストです。実際これをスープラでやろうと思うとかなり難しいと思うんですよね。全く見えないので勘でブレーキ踏むしかないですし、あとブロック引いたら失格なのが厳しいなと思いました。かなり手前で止まる車がいたり、引いちゃったりする車がいたりして、その度に笑いが起こったりして、面白いコンテストでしたね。他にもいろいろな自動車グッズが当たる抽選会がありました。ご覧の通り、現地では出展されていなかったメーカーからのグッズもリスト内にはあり、参加者全員が当たってるんじゃないかってぐらいの数のグッズが用意された大盤振る舞いの抽選会でした。私も当選し、プロジェクトミューのキーホルダーがもらいました。今はディクセルのブレーキパッドを使用していますが、
今度はプロジェクトビューの製品も検討に入れようかなというふうに思います。そしてイベントの最後には、各車両ごとに投票が行われ、このイベント内での人気ナンバーワン車両に対する表彰式が行われます。表彰式での各オーナーの方のコメントに大きな車両愛を感じられ、今後もこういったイベントに積極的に関わりたいなと思うようになりました。まとめです。冒頭でお話したように、このようなイベントには初参加ではありましたが、純粋に楽しむことができました。動画内では紹介できませんでしたが、各オーナーごとのカスタムを実際に目にすることができ、自身のカスタム意欲を高めることができましたし、SNS 上でしか関わり合うことができなかった方たちとの会話も非常に楽しかったです。お声掛けいただいた皆様ありがとうございました。最後になりますが、雨の中、朝早くからイベント運営に携わってこられたスタッフの皆様に改めて感謝申し上げます。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。以降の動画作成のモチベーションにつながります。また、スープラ管理になるかなと思うんですけれども、検証してほしい内容などありましたらコメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。